皆さんこんにちは、こんばんは。はじめまして、ヒーラーの花です。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今日は、11月の運勢ということでリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いします。では浄化からしていきます。はい、では今日もこちらのカードを選択肢にしていきたいと思います。前回ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、とても私のこのねとても不吉祥さんでございまして、なかなかうまい具合にいかないんですけれども、一生懸命やっておりますが、ちょっと長いなと思われる方は飛ばしていただいた方が良いかと思います。はい、でも選択肢はこのカードをちょっと使っていきたいという思いでございます。はい、そんな感じでちょっとね、固まってるところはこのようにこんな最初から並べておけばいいですね今思いつきましたよ。でもこれもリーディングの醍醐味ですよねとか言って肯定する。はい、そんな感じで運勢をじゃららん、皆さんのエネルギーを読んでいきたいので送ってください。まずちょっと触ってみようかな。はい、お願いします。この辺ですよ。今日は早いですよ。これですね。はい、こんなに並べたのに、こっちこれか。おっと、まあやっぱこの辺なんだよね。ちょっとこっちまで来てみようかと思ったんですけど、ここなんですよ、やっぱりね。これか。OK。この3枚でリーディングしていきたいと思います。はい、直感でアメジストさん、ラピスラズリさん、アパタイトさん、はい、こちらの3つのクリスタルからとカードからと直感で選んでいただければと思います。じゃーん、魔法かかりオープンしていきますね。はいですかね。オープン。じゃららん。おー、なんか素敵な女性がいる。じゃららん。おー、これもあらら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 、豊かさの象徴。じゃららん。これもやばいですね。これはなんか素敵なカードばかりですが、それではアメジストさんからリーディングしていきます。どんな11月になるのか楽しみです。はい、それではまずお仕事の流れからいこうかな。はい、アメジストさんのお仕事の流れ、どれで教えてくださいますかね。今日はなんかね、最近お嬢さんがね呼ぶのよね。ち
ちょっとここ一回今日はねすごくカードがスイスイいけるよ。すごくカードが飛び出すんですよ。じゃん。お仕事飛ぶ。自由な流れ。思い通りですね。なんだろう。次から次へ、時間から時間へとか、次からすごい。今までなんか悩んでた方は一気にそれが飛び立つ感じ。なんかこれ瞑想するカードなんですけれども、大きな視野で見れるようになるっていう感じなんですけれども、今までちょっと自分のその仕事とかに関して自分の思考だけで例えば見ていたとすれば、もっと大きな視点で、変な話、県レベル、東京都レベル、府レベルじゃなくて世界レベルとかね、なんか大きい視点で見れるようになっていきますよっていう、なんか一歩引いてみる。例えばすごい仕事で押してたところの会社があっても一旦引いてみたりとかすることでね、逆にあちらからアプローチ来たりとかするようなイメージですね。そうですね。なんかすごい羽ばたいていけるみたいなので、今までモヤモヤしていたものが一気に解消されるっていう感じなんですね。そのことによって本当に今まで険しい川、荒波だったものが虹色の川に変わるというか、そんなイメージですね。すごくスイスイと、なんて言うんでしょうね。例えば10月、今月まではなんか物事が進んでなくて、これでいいのかなということが、こんなことあるのっていうぐらいスッと次のパラレルワールドじゃないですけど、次の意識に飛んでいってるというか、仕事の内容とかも行き詰まっていたものが急にイメージが湧いたりとかねする感じですね。飛ぶっていう感じがね本当に伝わってきているので、ただこちらが出ているので、転職することをお考えの方は少し瞑想してみて、その会社のいいところの側面をもう少しフォーカスしてみて、この目がねもう少しフォーカスしてみてって伝えてくるんですよ。見えますか、この目が。なんか思っている以上にあなたの資質素質、その会社で発揮できるんじゃないですかという声が来てますね。その一点で捉えてた、自分の視野で捉えてた時は、自分なんてとか自分にはという心がちょっとあったかもしれないんですけど、逆に本当に大きい視点で捉えた時に自分だからできるんじゃないかということが分かってくるっていう、すごいですね。なんかそうやって考えると、その視点の持ち方、これ俯瞰してみるっていう感じでもあるんですけど、空を飛んでゆっくり
なんかこれ人間関係にも言えることなんですけど、こう表面的にうまくいってない関係であっても、実は水面下でこう仲良くなるためにというか、恋愛でもですよね、こううごめいているみたいな、そんな感じで伝わってきますね今日は。はい、じゃあお金の流れ。これね、おお、すごい。親しさというカードなんですけれども、これは全然素晴らしい。お金の流れがすごいね。なんかね、すごいこう険しい道並みからの旅立ち、何でも叶いますよじゃないですけど、宇宙に委ねてくださいっていうカード。こう思っている以上に頭でしか考えて行動してないので、お金とかもこうエネルギーなので、これを節約したらこれだけ入ってくるみたいな感じでこうずっと生きてると、そういうお金の流れというか、そういうこう目に見えたところしかお金って入ってこないなって思うんですよね。だけれども実は全然自分が見えてない世界から急にポンって入ってくることもありますよっていうふうに伝えてきてくれていますね。なんか11月すごくないです？今までもしかしたら逆にこれ出てるってことは、めちゃめちゃ暗闇っていうかね、険しい曇っていったっていうかね、なんかお金の巡りもすごく滞っていった、険しかったって聞こえてきますね。それがそう知らない世界を見せてくれるっていう感じの全部流れなんですね。そのお仕事もその俯瞰してみることによって、転職じゃなくてもね、同じところにいても急にもう起業されてる方だったら、例えば行き詰まってるなと感じてたのにヒントが降りてきて、急になんか飛べるようになったみたいな感じがあるんですよね。なのでお金もそこに今まで険しくて自分ではこうがんじがらめになっていた鎖が、本当に明日どうやって払おうみたいな時に、一旦宇宙に委ねてみようみたいな、その逆にどうにもならなかったからこそ思いつくことが、あなたのこれは素晴らしいカードというかね、結婚とか人生のパートナーという意味でのカードなので、共に成長し合うパートナーが現れてお金に目処がつくっていう方もいらっしゃると思います。この中では本当になんかこう急に何かそういったことが起こる可能性がとても高いです。はい、では人間関係もちょっと鎖でつながれてたんですね。でもあなた様は強くなりますって言ってますね。いいですね、人間関係も。身も熟す。いや、これも恋愛であれば本当に両思いになったりとか、そんな感じですね。もうすべて熟す時期。今までちょっと鎖でつながれてた部分を取り払うことのできる自分にもなるし、
もう行動していいですよとかそういう感じですね。おー、すごくないです？これだってもはだってもはやなんでしょう、自分何かをこうもう作り出していって、ここに手元にあるっていう。じゃあ恋愛も今までこうちょっと鎖につながれてがんじがらめだった方は、水面下ではもう実が熟すような形が出来上がっていって、今月手にしますよっていうことですね。いや素晴らしい。なんかカードの出方がすごいな。ただ険しかったのも伝わってきます。険しかったけれども今月でそれが光が見えるっていう。これ険しかったけれどもちょっと鎖につながれてたところもあったけれども光が見える。仕事の流れがねまたね転職とかでは今ないけれどもスイスイ渡り歩いていけるっていう。転職じゃなくてスイスイっていうのはどういうことですか？もうそこにあるあなた様は全て持っているとも聞こえてきますが、やっぱり自分がこう思っている以上に自分に能力があるっていうことが分かるっていうことですよね。今の世界に、今の会社に、世界に、その職場に自分で起業している方であればその世界、でも輝いていけるということがすごく分かる時期。素晴らしい。はい。じゃあ今月じゃあ気をつけて、ちょっと気をつけてじゃない、気をつけることでもないですけど、意識するといいこと、これなんか意識するといいこと、こちらであなたの魂は全部知ってますよと。地球がね、宇宙から見たら地球が本当学び場っていうことなんですけれども、例えばね、きっと悩んでらっしゃること、なんかこうモヤモヤしてたこととかもあったかと思うんですけれども、実際はあなたの心が全て知ってますよという、クリアすることどうしたらクリアできるかっていうのは全部あなた様が知ってますよっていうカードたちなんですけれども、今そういう域に達す、そういう心の域に達する方もいらっしゃるってことですよね。今日のこの選択肢のカードも内なる冬、休むこと、忍耐、効力、秘密の始まり、縁起の良いカード、始まりと終わりの余韻。そう、かつてあったものの死、しかし冬の土の表面下では活発に物事が動いているのですっていう、そのままのね感じですよね。ですので今までこう見えていなかったけれども、実は全部水面下ではあなた様が思い描いてたことが全部叶ってきますよっていうような意味合いで伝わってきますね。今回すごくいいカード、恋愛においてもすごくいいカードが2枚出ていて、両思いになったり、その関係が熟していったりっていうのがすごく伝わってくるので、恋愛においてもここから楽しみにしておいていいかなと、今月11月楽しみにしていただければなと思います。この辺結構スイスイなんか物事が動いていくようですね。
はい、ですので地球は学び場、何かあった時に自分にこう、私はなんか地球でこれが学びたかったんだ、でも自分の心はそれを解決する力を持っているから起こっているんだ、全部解決できるぞみたいな気持ちになっていかれるかもしれないですね。めちゃめちゃ熟してその恋愛もね、身が熟していくので、きっとこういろんなことがあったから、その今自分がいる位置、心が、大切なことが分かったんだなって思える素敵な1ヶ月になると思います。はい、アメジストさんのリーディング以上でございます。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。花でした。はい、それではラピスラズリさんの11月の運勢をリーディングしていきたいと思います。まずはお仕事の流れから、今日はタロットさんが出たいというのでご出番だということで、全般タロットさんでお正禅さんで行ってきますね。最近お正さんがすごく今までのなんかこうしがらみとか全部をこれもですね壊していくんですね。なんかこう悩んでいたことも急にバーンって弾けるっていうんですかね。で変わっていくんですね。すごくこうあれですね、なんでしょう、すごく自分では思ってもいなかったけれども、実はすごく悩んでいたこととか、こう心の奥で表面的に悩んでいない方もすごくこう心の奥底って今回聞こえてくるんですよね。表面的にはすごい元気にこう見せてるっていう言い方もあれですけど、思ってる以上に私もあるんですけど、自分ではあんまりこう疲れてないっていうか元気だと思ってるんですけど、実はこうすごく奥底の無意識下で疲れていたり悩んでいたりっていうのがこちらで聞こえてくるんですね。なのであんまりそんなに自分でこう悩んでるつもりはなかったとしても、何かが一気に弾け出すタイミングですね、11月は。はい。ですのでもしかしたら危うくっていうか、上司にねこうガーって言ってしまうかもしれないですよね。何かをなんか一人で泣いてる方も中にはいらっしゃると思うんですね。こう奥底で見せてない方も、誰にも見せたくない自分だったりもするんですけどもね、こうどちらかというと悲しみをこう受け止めて消化していく月になる。そう弾けてもしかしたらガーンって人に伝えてしまうかもしれない。そうでもその自分さえもこう受け止めて消化していくというかね、特に強く言う必要もないんですけれども、言ってしまったとしてもね、それはそういう言葉が出てしまった、言えたということに嬉しいと感じる方もいらっしゃると思います。今までは何も言えない自分にがんじがらめになっていたというふうにも聞こえてきますので、その変化がすごく大きくて、これ本当に陰陽の統合っていうかね、自分のバランスがやっと取れていく。今までは、周りの目を気にしすぎて陰で一人で泣いてた時もありましたと。本当こう苦しかったけれども誰にも見せたくなかったと。だけど今月ね、それを全てが爆発するような月になり統合していきます。
自己統合なんてこう統合、自分を認められるようにねすごくなっていく、そういう変化の渦を巻くことによってお仕事全体チームの流れが良くなったり、上司との流れとかね部下との流れがすごく良くなるという、そういうお仕事の流れが来てますね。ご自身で仕事していらっしゃる方も契約先が増えたりとか、あとお声が急にかかったりとか、今まであんまりこうお付き合いない方からお声かかったりとかするというふうに来てますね。次じゃあお金です。じゃらん。お金がめっちゃ円熟。これはねめっちゃ花咲くカードです。とうとう満たされたみたいな。素敵。これもガイダンス、導きがやってきますね。今までちょっと暗かった方でも全部がやってくる流れ。母のカードだ。雲が取れていく。そんな感じですね。そう素敵な、なんかねこのカードも今回、ここに女性が妊婦様がいらっしゃるんですけれど、こちらバラ兄弟、神聖な男性、名誉保護サポート、努力することや抑圧すること、耐えること、服従することが有益でないことを知っています。神聖な男性性は優しく、保護的ですが防衛的ではありませんって言って、さっきこう話してたことが結構反映されているカード。今まではね言えなかったこと、努力を強いられたりとか上から耐えるべきことがあったのかもしれないんですけど、それがこう爆発するっていうかね、こう残業したくなくてもしてた時に残業今日はできませんと言えるようになったりとかね、なんか急にこうそういった変化とかもいいんじゃないかなというカードですね。そういうこう自分らしさっていうかね、そのことによって仕事のこの流れもこうすごくいいカードばっかり出ていて、どれから話そうかな。これがどっちかっていうと自分と今まで戦ってたので、これにも通じるなと思ったところなんですけど、耐えたり戦ったり、そういうことが自分のその収入とか人に好かれたりとか自分の成功につながるという意識が、私たちこう外の世界を見て、そういう世界、そうしないと受け取ってはいけないというような世界に生きてきたと感じてた方も実はそうじゃないんだと思うようになってきて、楽してもいいという言い方も変ですけれども、楽と書いて楽しむ、楽しんでいいんだ、自分が好きに泳いでいいんだ、好きに踊っていいんだ、その中で金銭的にも恵まれていくっていう流れに気づいていくというか、そういうところに今いらっしゃるのかな、今月いらっしゃる感じですね。お金もね、実際は皆さんに同じように宇宙から恵みっていうかね、こう降り注いでいる。宇宙はいろんなことをして私たちの願望を叶えてあげようとしているんだけれども、実は自分たちがそれを受け取らないようにこう拒否してるんですね。なんかこう頑張らないと受け取っちゃいけないっていう思い、というふうにそういう支配のもとにじゃないですけどね、そういう政策のもとに私たち生まれてきてるみたいなところがあるので、国全体がね、日本って調和を重んじるので、
そのちょっと飛び出る自分っていうのはすごく悪いんじゃないかと思いながら生きてきた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、そうじゃないんだよというところをね、今月すごくそれを感じながらこう楽しんでいてもお金って受け取っていいんだよっていう、仕事も楽しむことでもっと受け取れるんだよっていう流れがすごく自分でも感じられるし、そういう流れになってきますよっていうカードでございました。でじゃあ人間関係ね。そう人間関係も流れに身を任せてってきてますね。なんかこう自分で思考でね考えていろいろこう取り繕うじゃないですけど頑張ってたけれども、それよりも身を任せてしまった方が、そう人間って本当は流れに身を任せて宇宙に身を任せると全知全能、何でも知ってて何でもできるみたいな、そういう素晴らしい自分って本当は創造主とかね神とか言うとまたあれですけど本当に素晴らしいんだなっていう、今までめっちゃ鎖につながれてた、この辺一緒ですよね。それ人間関係も手放してって聞こえますね。そう手放した先にすごい光の玉が待ってるんですね。そっかそっか、今までなんかこうがんじがらめに自分をしてしまうところがあったかと思うんですけれども、それ自体なんだろうな、自分の自信をもっと外に出してくださいって伝えてきてます。これもそんなに自分を縛らないでっていう感じですね。自分が自分を縛って自分が苦しくなることを、そこでそれをここで断ち切りましょう、断ち切れますよっていう、その自分が作り上げてしまったそのがんじがらめな思考を人間関係でもね流れに身を任せて自分の自信を外に出していきましょう。そう外にちょっとカード欲しいな。がんじがらめに自分でしているのを取り払える時期に来るんですけど、その時が来ていますよと。あなたは自由です。それをどうそうですね。なので今この悩む道となんか軽やこう流れに身を任せる道とあるとするんですけれども、それをご自分であえてこう苦しい方に進まなくてもいいですよっていうところに進まない思考が出来上がっていく11月になるということですね。もうここに自分をね強く出せるようになる、やりたいことをやるっていう情熱のカードが出てるので、ここから自分の今まであんまりこう外側向きすぎて気づかなかった考え方をちょっとがんじがらめになってたなと気づいて手放して委ねてみる。そのことによって、自分が思っている以上に楽な方に進んでいける。でも今まで楽したら、なんかいろんなものを受け取っちゃいけないんじゃないかっていう思考さえも手放すことができて、
なんだ楽しく生きてて受け取っていいんだいろんなものをと気づける月になっていくっていうことですね。素敵。結構これ大事ですね。こう手放して受け取るっていう全員がというか、その例えばいろいろワークとかね、潜在意識のブロック解除だなんだワークだとかいろいろあると思うんですけれども、そういうワークを頑張って例えばやる方と、何もワークとかしてないのにただ楽しむ方っていうのもいらっしゃるんですね。というその2種類っていうかね、楽しむっていうことだけにフォーカスしてるだけで、実は何のワークをしてなくてもすごくスイスイ全部が叶っていってる方ってたくさんいらっしゃって、ですのでそういうことがこう特になんか腑に落ちる月になっていくのかなと思いますね。こう全部が受け取っていいんだみたいな、はい、そういった形でこの、ね、自分を本当努力することとかね、圧倒することとか耐えることとかって、そういうのを手放して出して泉から全部下から出していっちゃいましょうみたいな感じですかね。このそうこの妊娠の今回でもこのカードからね、妊娠される方とかね、恋愛もこれ円熟のカードなんですけど、すごく幸せになっていかれると思います。もしかしたらね、二通りの恋愛でというか、ちょっと苦しい恋愛をされてた方ももう一つの道ができて、次の恋愛に進める方もいらっしゃると思うし、なんかこれね、本当に思ってる以上に幸せな時間がやってくる月となります。特にこの恋愛がそうなるな、これはすごく全部が叶うカードっていうか円熟なんだよな。ですので恋愛も楽しみにしてみてはいかがかと思いますね。これは本当に恋愛がまた、じゃああと1枚、何で出そうかな。そう、どれですか？これですか？これじゃないんだそうです。これです。そう、自分の中に全部もうありますよっていうカードですね。これはそう、自分全て思い描いたものは自分の中にあって全部叶っていきますよっていうカードなんですね。ですので思っている以上に自分がね、自分をこう縛っていたということに気づいていかれる月になるかと思うんですけれども、自分がこう幸せになることをこう恐れないでください。まずはそう、全部自分の中にあって、とても華やかな方なんですね。満たされていきますし、そう、自分のガイダンスに導かれるようにしていくとお金の流れがも良くなりますし、全部こう実際は人間関係もね、自分の苦しいと思うこのがんじがらめになるっていうのはこう本当の自分と違うから不快感を感じるっていうことなので、はい、全部ご自分の中に答えがありまして、それが叶っていく、何が欲しいのか分かっていく、すごく流れのいい月になると思います。ここからそう全部叶っていくということもそうですし、
今までの習慣やパターンから目を覚ましていくっていうことでもあるんですね。それがそう少しこう戸惑いもある月になるかもしれないですね。こう自分が変わっていくこの変化がすごく出てるので、自分が変化していく中でそのこう弾けるパンってこう自分が腑に落ちるというかね、仕事においてもそうここでもがんじがらめからちょっと離れていく流れに任せようっていうこう対しているようなカードが出てるので、がんじがらめにしている自分も選べるし、流れに任せる自分も選べる、その2通りを選べる自分になっていくときにちょっと変化を感じて戸惑いを感じるかもしれないんですけども、ただただこう導かれる方にとかね、ガイダンスに従っていくことが、11月はできるようになりますよと、これ結構助けてほしいっていうねカードでもあるので、今までそういうふうにこうご自分の声になかなかこう従ってというかね、声を聞けなかった方も11月は聞けるようになるので、自分で自分を助けてあげられるというかね、そう妊娠されてハッピーになっていく方もいらっしゃると思います。妊娠されて妊娠望んでない方とかね、そういう方は自分から生み出される素晴らしいものがある月になるというふうに捉えていただければなと思います。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。ラピスラズリさんのリーディングは以上です。また次の動画でお会いしましょう。花でした。はい、それではアパタイトさんの11月の運勢のリーディング始めていきます。こちらのカード、ここに男性と女性がいらっしゃるんですけれども、素敵なカードですよね。こちら金色のバラ、位置合わせ、流れ、正しい関係、調和が取れていないと感じるものを見てみるようにと誘っています。常に変化し続ける性質と信頼し、深く調和した人生を送ることに専念するように促しているのです。いや素敵なカードですよね。本当にここ調和っていう感じが伝わってきます。ということでアパタイトさんの仕事の流れを今日はお正前タロットさんでやっていきますね。いいですね。もっともっと楽しんでって聞こえてきました。大丈夫、あなたはゆっくり進んでも全てが叶います。すいすい叶います。ですね。すごく楽しむということにフォーカスを11月は置いてみてください。今している仕事、これから始めることももちろんそうなんですけれども、あなたはゆっくり進んでいっても虹が見えるような素晴らしいところに行き過ぐことができますと伝わってきてます。いいですね。なんかそう仲間と楽しんでっていうのをすごく伝えてきてくれているので、今まであんまり例えば会社の人と接点がなかった人でもちょっと接点持ってみたりとかですねするといいですね。一緒にどこかに出かけてみるのもいいかと思います。そしてこれも虹色、もう次の展開へスイスイ進んでいけるお仕事の流れが来ますよと伝えてきてくれてますね。全然前を見なくてもじゃないですけど、インスピレーションとかね、直感に惹かれながら下見なくてもというかね、トントン進んでいけるみたいな、そんな月になってくると思いますね。すごいすごい。なんかやり替えたいことがある方はもう直感に従って進んでくださいと、そんなに楽しいと感じれば進んでくださいっていう、楽しいというインスピレーションがすごく大事ですって。これやったらお金になるのかなの前に、楽しいかどうか、これやったら絶対楽しいよなと思ったものに進んでいってくださいって聞こえてきますね。
はい、ではお金の流れ。お金ね。これはじゅんぐり今宇宙からお金が砂時計のように自分の泉に降りてきますと聞こえてきてますね。これはツインレイのカードでもあるので、お金もそうですけれども、恋愛においてもね、これも素敵ですね。全部がもうたらふく入ってくるみたいな感じなんですよ、これは。そう豊かさがね、本当に全方向から、わかりますかね、なんか月からも太陽からもとかね、なんか地中からも空からも全部の方向から花が咲いていきますよっていうカードです。いや、すごいですよね。そう、自分をね縛っていたものもなくなりますっていうね、自分に花が咲くというか、そういうカードでもありますし、そう、砂時計みたいにね、今回はそうですね、お金も人とのコミュニケーションで流れてきますっていうのも入ってるんですよね。そうですので、こちらもコミュニケーション、多くの人と深いコミュニケーションを取ることで、お金の流れが良くなってきます。ちょっと瞑想、お風呂とかで瞑想してくる、お水ねあるところで瞑想してみると、すごくインスピレーションが降りてきて、さらにこうひらめきによるお金の流れ、お仕事につながったり人間関係につながってお金の流れが良くなると伝わってきます。そこからじゃあ人間関係ね、ここは人間関係をこう今までのその自分の殻とか打ち破っていく。投影、結構あれですね、恋愛の意味合い強いですね。恋愛もね、このカードもそうですよね。ここにこういらっしゃる2人が結ばれていく月にもなると思います。それこそツインレイさん同士が最終的にパートナーシップをきちんと結んでいけるっていうかね、何回もこう紆余曲折しながらも、そう、この人間関係の中でもご自分でこうちょっと嫌なことがあったりとかした時っていうのは、ある意味こう自分の魂がね成長するためにこう何かお知らせをくれているかもしれないとちょっと思ってみると、人間関係がちょっとスムーズになりますっていうカードでもありますね。これもちょっと瞑想してみたりするの本当にいいみたいですね。なんかこう今月はそのひらめくことも多くなると思いますので、ひらめいたその直感っていうのを実行してみてください。なんかこう今まではそんないっかみたいな感じで流してた直感みたいなのって皆さんあると思うんですよね。流しても何回も来るんですけど、その直感をちょっと大事にというかね、今月はこう気にしてみて行動してみるというか、そういう風に聞こえてきてますね。なんか最後にもう一枚恋愛って言われたから、これ恋愛なんですけど、すごいですね。これは源、ソース、宇宙ですね、もはや。頭をこう休めてエネルギーを補充して内側に
パワーがあるということを知ってくださいと。恋愛もですね、これもだから源なんですよね。これもね、その自分に力があるんだということをあえて投影してくると、力があるっていうことを投影される時ってすごく不快な気分になるようなこと言われたりとかねすることもあるかもしれないんですけど、その時におっとと思ってそこでへなんてなってもいいんですけど、なんかこれサインだなみたいなふうに思うと、そこからその後から急にねいい流れが来たりしますよっていう風に伝わってきてます。なんて言うんでしょうね、なんか嫌なことあった時って前兆のいいことが起こる前兆みたいなことをなんか今日はこれを伝えてきてくれてるんですね。なのでその自分の直感をね瞑想してちょっと信じてみて、自分って力が、自分のソース、自分が宇宙とつながってるイメージを持つ、地球から力を得て宇宙とつながってるイメージをちょっと持ってみる。そうすることで11月すごいお金の流れもねすごいたらふく来るみたいな、いっぱいお腹に入っちゃうみたいなね感じになっていくので、すごく満たされた月になると思いますね。はい、ということで11月の素敵な恋愛色もちょっと強めなので期待していいと思います。すごく素敵なこのカードからだけでもプロポーズされたりとかね、そういう関係を望んでなければお付き合いできるようになったりとかもそうですし、プロポーズ、妊娠とかも本当しちゃうような愛のある1ヶ月になるんじゃないかなと。でこの辺に妊婦さんがいる感じなんですね、私が今日見るにはね。そうすごくお綺麗なウェディングって言ってもいいか、ウェディング姿とかね、なのでプロポーズっていう言葉が結構ピンとくるカードになってます。でね、過去世からお付き合いが過去世からのつながりがある方とのこの辺がね感じでも伝わってきてるので、すごく素敵な1ヶ月になると思います。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございます。アパタイトさんのリーディングは以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。花でした。